こんにちは。今回は、最終回、ミッションのジェット編ですね。コースは毎回違います。ミッションは、目的で言えば、今までと同じ内容が多いものの、ジェットが直接邪魔してくるものが多く、今までとは違った感じでプレイできます。ミッション1は、ジェットが走っている中、速度140以上をキープして逃げます。最初のジャンプは上に進み、カーブはドリフトで抜けましょう。その先トンネルは、時間が足りないため、右側に向かいます。ブーストは必要ないので、車にぶつからないように抜けて、広場に出たら、中央のダッシュパネルで移動します。ジェットについては、あまり気にしなくていいのですが、たまに追いついてきて攻撃されると減速して、その場で失格になるので、それだけは注意。近くを走る場合でもできる限りは、慣れるようにしましょう。最後のカーブからジャンプ台までは、ダッシュパネルに乗るだけで大丈夫です。エアーがなくならなければ、大丈夫。最後のジャンプは、下でも金評価には間に合います。多分ですが、50秒を超えると金になると思います。ミッションには、エアーを残してゴールですね。障害物が多すぎる場所があるので、いい対処を教えます。早速、正面にカプセルがあるので拾います。カーブが終わったら、トリックジャンプでさらに稼ぎましょう。その先のジャンプ台でもトリックです。この先がかなりの難所です。普通に爆弾を回避しようとするとかなり厳しいので、ここは裏技ジムと対処を教えます。そのまま正面に進み、右の壁に擦り続けてください。すると、爆弾の1個は、普通に隙間から通れて、その先の樽も、大体はすり抜けて進めます。もし、押し戻された場合でも、斜め右に入れておけば通れると思います。3回やれば、そのうち1回は成功するぐらいです。流された後は、左からエアライドで進みます。カーブは、ドリフトで対処。最後のジャンプ台でしっかり稼いだら、あとは正面に走るだけです。ソニック以外眼中にないジェットだから、テイルスに対しての反応は珍しいですね。クロスワールドでも掛け合いあるかな。ミッション3はリング集めなのですが、ジェットがいるので攻撃されてしまうと、リングをすべて落とすので注意。まあ、時間はたっぷりあるので、わざと後ろ走ったりもできますが。もちろん落下でも失うので注意です。まあ、ここは、開幕だから特に気にせず、出遅れたので後ろを走るのもありですが、思ったより遅いから抜かしましょう。リングは、道の中央あたりや、ダッシュパネルの後に並んでいるので、そこまで集めるのには苦労しません。100枚集めるのが大変かと思いきや、かなり余るぐらい置いてあるので、全然大丈夫です。ロボットとかの障害物もありますが、こっちは当たってもリングはばらまかないので大丈夫です。後半部分は、左のショートカットが通れなくなっているので、普通に右側に進みます。次のジャンプ台を飛んだ後は、逆走しない場合は、最大15枚程度しか拾えないため、その時点で少ない場合は、やり直しましょう。ミッション4は、ジェットに、攻撃を3回当てれば OK です。最初は、出遅れて追いかけるように行きましょう。ジェット様。まさかのスタートダッシュ失敗で、こちらの調子を崩す高度なテクニックを披露してくれました。こうなると、最初の坂はもう無理なので、飛んだ後に待ち伏せします。次は、カーブ前にエアーカプセルがあるので、その前で停止して、ジェットが通り過ぎたら、ブーストで追いかけて攻撃です。
広場は、だいたい右だと思いますが、ジェットがちゃんと進んだ場所を見てから追いかけましょう。うまくいけば、この道か、ムカデに乗る前に当てられますが、今回は失敗しました。そうなると、ムカデ直後か、最後のカーブがチャンスですね。ちなみに、ジェットがスタートダッシュ失敗するのがランダムです。ウェーブも、何回か失敗してるのを見ました。今回は紹介兼ねての採用だったんですが、真面目に攻略するなら失敗された時点でやり直した方がいいです。この辺りは、壁がないのと、曲がるため結構難しいです。遅れてた場合は、パワー用のルートを通って先回りとかもいいかもしれません。ジャンプ台前は狙いにくいので、飛んだ後狙いましょう。ジェットからは赤モグラ、ストームからは赤いやつと真っ先に色で言われるナックルズ。ミッション5はジャンク集めしながらのレース。最初は中央から飛び上がった先の上空、その後右前方、カーブの終わりも右側にあります。基本的にジェットはそんなに邪魔じゃないのですが、逆走すると負ける可能性があるのは注意。練習してうまく走れるようにしておきましょう。飛んだ先はいつもと違って左側ではなく、ジャンプのある右の道から遠回りする必要があります。ジェットは普通にショートカットするので、序盤で負けてる場合は差が大きくならないように注意。解説としては若干遅れましたが、右側のジャンプはリングに沿って移動すれば取れます。モンキーボールエリアは一番難しいかも。各足場から中央にあるジャンプを集める必要があります。特に最初のジャンプの後のピンの足場が厄介で、着地の加速があるにもかかわらず、ぶつかると外側に飛ばされます。角度をうまく調整して、次も位置を合わせて飛びましょう。最後のゴール足場も中央にあるので注意。クレイジータクシーエリアは右側の終わりの方にあります。ジャンプ台はルートが下で固定となり、着地後、左側にジャンプがあります。最後は坂を上がって少しのところにありますが、これはよく見ると黄色いマークが坂の下から見えてますので、あらかじめ位置調整して取りに行くといいです。ジャンプは一番下のが集中的に集まりますね。他だと1ミッションで最大2個ぐらいしか手に入らないので便利と思いきや、このパーツはあんまり使わないので、集中して周回するほどではないと思います。もし足りない時は真っ先に来たいですね。ここから2ページ目。ミッション1はリング集めですね。置いてあるリングの総数は少ないのですが、今回は80枚未満でも金評価になることを確認しています。ダッシュパネルの先に1列という配置が多いので、位置を合わせて持っていきましょう。ジェットに先行されてますが、拾われたリングは取れなくなるので注意。どうしても足りなくなる場合は、スタートダッシュして先行しましょう。勇者のところは、ダッシュパネルに従って外回りにしましょう。リングが取れるだけではなく、落下によるリングの消失も防げます。この先は、一応遅れていけば、上のルートにも入れますが、正直、どの高さにも、大してリングがないので、好きな場所でいいです。中間が一番走りやすいと思います。最後の部屋で30枚ぐらい拾えます。金評価に必要な枚数は、おそらく75枚となります。足りない場合は、一番下に行けば、少しリングが拾えますので、覚えておきましょう。先ほど言った30枚は、平均値、位置合わせが完璧な場合は、40枚以上拾えることも、自信がある人は、ここで一気に集めましょう。ミッション2は、スピードの維持ですね。ハイブースターは、ブーストの勢いが上がる代わりに、通常走行速度がいまいちなので、わずかなミスで失敗になることも。最初は、正面に進み高いランクのトリックを出してエアーを補充しましょう。ハーフパイプは乗らないで、左側にあるダッシュパネルで曲がります。カーブの途中からドリフトして曲がり、右側のパワー用ルートへ、障害物を壊してエアー切れを防ぎます。このカーブの先は、
左の方にダッシュパネルがあるため、乗れるように曲がりましょう。エアーの切れても、同時に、風の道に入ればセーフです。この後のスティック回しで回復しましょう。左側のパネルが、先のダッシュパネルにつながっています。カーブに入ったらドリフトして、左側の方へ、ダッシュパネルを乗り継ぎます。その先、正面のジャンプ台を使うと、速度が不足するので無視して、右側から走っていきます。最後は、右側からダッシュパネルをたどっていくのが理想ですが、2つ目で外すと落下するので注意。3つ目はほぼ乗れないと思うので、無視して、ブーストでジャンプ台へ。ジャンプ台は、下入力しないように。1分1秒から銀っぽいので、かなりギリギリでしたね。最後のジャンプで下に行ったのが決め手だったと思います。ミッション3はエアーを貯めます。最初のカーブは、爆弾が外側ですが、ドリフトを軽く入れて外側に行かないようにして対処します。軽く曲がりながら、その先も調整。ジャンプ台は、上ルート、中央にエアーカプセルがあります。カプセルを取った時から右に移動しておけば、外側の爆弾はドリフトなしで回避可能です。坂道より先は、さすがにそのままでは回避不可能です。ドリフトを使うとはいえ、最初と同じで、軽く押して外側に行かないように制御する感じで十分です。今回は、かなりエアーのためにくいため、ワープ中も、スティック回しをしっかりやりましょう。ワープ後は、右にグラインドレール、屋上に着いたら軽くドリフトして、右向きに、その先のグラインドレールを乗り継ぎます。その先、エリアが切り替わったら、左側からグラインドになりますが、付近に爆弾がたくさんあるので注意。グラインドの後のジャンプ台は、最後の補充チャンス。しっかり高いランクのトリックを出しましょう。その先は、ドリフトとかはせずに、そのまま走るだけです。ジェットって、風読みが、抜群のセンスとかプロフィールには書いてあったけど、ライダーとしては、努力の天才って感じなんでしょうかね。ミッション4は、ジェットに攻撃するのですが、ジェットが結構遅く、終始待ち伏せすると時間が足りません。序盤で3回できれば楽です。まずは、スタート直後か、最初のジャンプ後からカーブ中で1回は当てたいです。次は、その後のジャンプ台で先に着地して待ち伏せがいいでしょう。ジェットが右を通るので、中央の道を先に通って待ち伏せ、大砲前で狙います。失敗しました。モンキーボールエリアが浮いてるので攻撃できません。先に進んで、クレイジータクシーエリアの右か、ジャンプ台少し前ぐらいが狙い目です。それより先で攻撃すると、間に合わない可能性がかなり高いです。仮に、ここまでに、攻撃回数が十分だとしても、最後のジャンプ台は、上が封鎖されているため、できる限り急ぎます。ナックルズをガキ扱い、テイルスと間違えて書いてしまったのか、それともナックルズより年上？正確な年齢設定がないですが、意外と考察材料になるかも。ミッション5は、タイムアタック、ジェットを抜きにしても、コースのあちこちに石像が置いてありますので注意。最初の分岐ですが、右は石像が置いてあっていけないので、左からになります。ダッシュパネルを踏んでインコースで進みます。ジャンプ台の後は、左に進んで、グラインドを最後まで乗り継ぎます。遺跡内部は、
左側にグラインドレール、乗り換え先があるように見えますが、今回は繋がっていないので、最初のから降りたらそのまま進むだけでいいです。最後のカーブは膨らまないように、このミッション、リザルトで一瞬映りますが、57秒経過で気になるほどギリギリです。どんな形でもいいから勝利って、それ本編でやりましたよね。正々堂々と戦い始める次回作とかを見ると、ちょっと違和感のある発言。3ページ目突入。最初のミッションは、目標のパトカーに追いついて吹き飛ばすまでのタイムで評価が決まります。今回は珍しく、ルートの封鎖や妨害の増加なんかは存在しない、割と普通のミッションです。最初の分岐は上に向かいます。中央にある車を飛ばしてエアーを補充しつつ、急いで抜けましょう。下の道に降りると、同時ぐらいに目標に追いつくことができると思います。遅くても、トンネルより前に追いつかないと金評価にならなかった気がします。あとはゴールするだけです。時間は結構余裕がありますが、爆弾にぶつかるとさすがに厳しいので、それだけは注意。カーブの後は、右側壁沿いなら、最速、中央か、さらに左に行くと爆弾がないので、一応そっちも正解です。ミッション2はグラインドチャレンジなのですが、特にカメラアングルが厄介だったり、極端に短いレールもないので、正直ストーム編やウェーブ編を、ちゃんと金評価でクリアできたぐらいのプレイヤーなら、特に苦戦することはないと思います。最初のジャンプ台は、前入力で上に行くとレールに乗れます。これ以降ずっと乗り継ぎだけなので、使うのはジャンプのボタンだけです。6本目のレールの後急降下、8本目のレールがお宝の後、割とすぐに乗り換えです。これを覚えておけば、あとは距離がある感じなので、普通に対処できると思います。試してはいませんが、最後の2本は相当低い位置にあるので、多分落ちてもジャンプで乗ってノルマを達成できます。ミッション3は、また、してもターゲットに追いつくミッションですね。特にジェットも登場しないため、攻略方法は、今までの同種のミッションと変わらず。最初のジャンプ台は、中央か左に着地します。カーブの後は、左右にドラム缶があるので壊すと、若干加速とエアー補充です。なかなか追いつかないかもしれませんが、焦らずに、幸い、タイムの制限が、結構余裕があるみたいなので、ジャンプ台の後、少し進んで曲がった先で倒すのを狙います。この先です。場所としては、プロペラの少し手前ぐらいでしょうか。ロボとの距離の差にもよりますが、パワーの看板めがけて斜めに突っ込むと良い感じです。厳密には調査してませんが、おそらく、この部屋の中で倒せる、ぐらいなら金評価になると思います。うまいこと走れば、ジャンプ台直後ぐらいで倒せるかもしれません。制限時間に関しては、少し余裕はあるので、あとは、基本的な走りができていれば大丈夫なはず。ご覧の通り、ショートカットに失敗しても全然大丈夫です。ただし、外側には爆弾があるので、それにぶつかるとちょっと危ないかも。まあ、近くにハーフパイプがあるので補充は可能です。
ミッション4はエアライドチャレンジ。難易度としてはまあまあですね。ちょっと、上や下に大きめに動く場所があるので、そこだけ注意。最初のジャンプ台は、中央から前入力で飛びます。序盤は、中リング目の後に、上方向に少し長い距離を飛ぶので、失敗しないように、そこ以外は、ちょっとだけ入力する程度で問題なくいけるはず。中盤は、17から21ぐらいの区間が少し距離があって複雑だと思います。とはいえ、やることは、スティックをどれくらい傾けるかだけですので、意識しておけば大丈夫だと思います。妥協するとしても、お宝は35リング目の先にあるため、そこまでノーミスで行く必要があります。金評価の場合は、35の後に3リング必要ですが、これは別の場所から乗れるので、お宝を取ったら一旦落ちても大丈夫です。全部くぐったら、正面のジャンプ台は、下入力してショートカットに、これでゴールとなります。かなりの実力者とされているジェットですが、エアライドは意外と苦手？ミッション5は、ジャンプ集め。制限時間がちょっと厳しめかも。早速、最初のジャンプ台の前に1個、ジャンプ先は、下で固定となります。下の通路は、右側に2個、カーブに1個です。パトカーが走る道路に入ったら、右側に1個、多分パトカーが邪魔なので、ぶつかった後の無敵時間で無理やり取ります。正面には爆弾があり、左側にはエアーカプセルと次のジャンクがあるので、取ったら左に移動します。左のトンネル出口で1個、広場中央にあるのですが、その前に爆弾があるため、左の道から斜めに進入して取ります。そのまま、道の真ん中を走り続けると、カーブも含めて2個拾えます。カーブの後は、またしても、真ん中に2個置いてあります。エアーも切れてますが、最後のジャンプ台は、上ルートが封鎖されているため、ジャンプできなくてもいいです。そのままゴールしましょう。入手できるジャンプは、また一番下が多いパターンですね。相手の強さを認めるけど、まだ諦めていないのがジェットらしいですね。次は、4ページ目。これが最後ですね。ミッション1は、久々の7連破壊チャレンジです。タイムが結構厳しめです。なので、できる限り急ぎましょう。遺跡入り口直前に、ブロックが7個並んでいます。3連続ジャンプの段差は最後以外トリックしないで降りること。ブーストに関しては7連破壊で使うので、最低でも1回分は残しておきます。かなり難しいですが、最初の2つを、まずは普通に壊し、角度が定まったら、ブーストを出して離れたところにあるブロックを順に壊せばクリアです。若干、左右に動いて調整する必要があるので注意。どのように動くのは開始位置によって変わるので、各自判断してください。リザルトでわかりますが、これよりも1秒以上遅れると銀評価になるぐらいシビアなので、位置調整はゆっくりできません。単にインコースを通ればいいようなパターンと違って、特定の角度合わせから、ブースト中の制御と、かなり操作が複雑なので、このゲーム最難関と言えるかも。ゴール前はいつものパワー用ルートでショートカットしましょう。一応、ここでも7コンボ出せますが、当然、こんなところで出しても最低評価です。運も必要とはいえ、ナックルズは、多分、トレジャーハンターとしての実力が盗賊団にも負けないぐらいあると思いますよ。ミッション2はグラインドチャレンジ。お宝の近くがちょっと忙しいですが、それ以外はミスすることも無いぐらい単調です。まずは、ジャンプ台を右側から飛んでレールに乗ります。
6本目のレールから注意。カメラの切り替わりと短い間隔でのジャンプもあります。特に注意すべきが7本目。直角に曲がった後、少し進んでから飛ぶんですが、赤いランプが見えにくいです。そこから先、11本目まで短い間隔のジャンプが続きます。個人的な攻略法ですが、覚えるのはもちろん、困ったらレールをよく見て切れ目になっているところを意識して飛びましょう。12本目直後もジャンプ台を使って再びレールに乗ります。ここまで来ればクリア同然、自然と上ルートに行けるため、あとはタイムアップにならないうちにゴールします。ここまでの自信の喪失、そりゃ次回作で星にお願いをするぐらいになるのも理解できます。ミッション3は7連続破壊です。今回は終盤とは思えないぐらい簡単ですね。理由なんですが、破壊対象が大きく見落としにくい、配置自体も全然複雑ではないことから、ターゲットの位置を見ながら動くだけで達成できます。2つ壊したら、ブーストかけて少しだけ、右、そこから正面の4つを壊して、最後はブーストをかけ直してまた少し右に行くだけでクリアです。後半エリアは爆弾にさえぶつからなければ大丈夫。石像も適当に壊しておきましょう。ちなみに制限時間は思ったよりあります。今度はちゃんとテクニックを褒めるジェット。ミッション4はエアライドチャレンジ。極端に難しいと思うところはありませんが、リング1個の間隔が長い方だと思うので、丁寧な制御が大事です。セガカーニバルの時もありましたが、本来走れない場所をエアライドで進むのは結構楽しいですよね。しかも、どちらもナイツをイメージした感じのエリアだったので、飛んでいるのも似合っています。カメラアングル的にも普段見れない場所の裏側とかが見れて、よく作られたモデルを堪能できますね。遠くのものは画像とかでごまかすことなく、しっかりコースの隅々までモデルを丁寧に作った制作スタッフの苦労も報われますね。お宝はスペースチャンネルエリアの入り口まで飛べば入手。29リング目の後は落ちても近くから再開できるため一応大丈夫ですが、落ちることがないと言われたらその通りです。これでテイルスも認められました。となると、残り1人は最後のミッションは、バビロン3人と走って1位でゴールしたタイムで評価が決まります。ジェットは、最速はまだ諦めてないと、前回の戦いで言っていたのに、最後は一騎打ちじゃないのか？コースはスカイロードですが、ところどころに柱や爆弾が用意されています。最初は中央から抜けて、カーブはドリフトで右側のカプセル回収。その後、右から進んで、ジャンプ台は中央から飛びます。飛んだ先は右側からインコースでドリフトします。その先は落下に注意。次のカーブは左のインコースにエアーカプセルがあるので、できれば左壁沿いに進みたいです。ただ、これを取れなくても金評価は狙えるので、無理はしないように。次のカーブも右壁沿いでカプセル回収できます。ただし、その先が爆弾が並んでいて、左寄りに安全地帯なので、あまり壁沿いに移動するのはお勧めしません。ゴール前の直線には何も障害物がないので、そのまま進めばゴールです。忘れずブーストを使っておきましょう。これでクリア。セガキャラたちが使えるようになり、セガ系のギアもショップで買えるように。さらに、今回は全部最高評価のため、カオスエメラルドも入手です。カオスエメラルドでスーパーソニックになれますが、それはこの後おまけで見せます。正々堂々だったかはちょっと怪しいけど、悔いはないので、
リベンジに燃えるジェットであった。最新作でも、どんな戦いをしてくれるか楽しみですね。お宝ですが、見ての通り、結構な数のジョンクを要求されますので、ここまでクリアしただけだと1個修復するのがやっとです。足りないパーツを把握して、特定のミッションを周回しましょう。最後は、スーパーソニックを見て終わりましょう。今作のスーパーソニックは、リングがある限り、常に変身状態となり、毎秒消費します。ただし、すべてのタイプアクションが可能で、エアライドとグラインドの時はリングを消費しません。また、ブーストは20リング消費しますが、代わりに、周りのすべてに攻撃しながら進んでいくので、作中唯一の複数に対する攻撃手段となっています。エアーは、無限なものの、ブーストやトリネードは、発動時にリングを払うし、走行時も毎秒リングが減るため、実質無意味です。性質上、いかにタイプアクションを維持できるかが大事になってきますね。また、フリーライダーズと違って、レベル表記は残っているものの、レベル自体はありません。もう一つ言うと、トリックに関しては、あちらでは確定で S 以上でしたが、こっちでは、普通に失敗もします。以降の作品では、見れないようなトリックを派手に失敗するスーパーソニックは必見です。当然ながら、リングがゼロになると、普通のソニックに戻ります。スーパーソニックでは地面を走ってくれません。大体説明を終えたので、では、締めの挨拶を、これにて初代ライダーズ完全攻略となります。ちょっと長いですが、やっと終わって私も一安心です。結構難易度高い作品だったので、需要はそれなりにあるのかな。まあ、ソフトが手に入りにくい問題はありますけど、クロスワールドで入った新規が遊びたい可能性もありますし、次回からは、続編シューティングスターストーリーのミッションモードとなります。動画の長さは明確には不明ですが、同じく、1本30分程度に収めて、全部で4回か、わずかに伸びて5回になりそうだと思います。チームソニックレーシングは、その後になりますね。まあ、これ編集している時点で全く撮影できてないのですが、一応ここまで見てる人が少ないと思うので、伝わらないかもしれませんが、言っておくと、以前から言っていたドリームチームのアップデート後の部分の配信は諦めてはいません。クロスワールド発売までにうまくいけば、2週間ぐらいは余裕が取れそうなので、その時狙ってみますが、過度な期待はしないでいただけると嬉しいです。では、今回は、これで終わり、楽しめた、役に立ったのであれば、ぜひ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。引き続き、攻略動画や配信をやっていきますので、続きを楽しみにお待ちください。次回の動画でお会いしましょう。